はいこんにちは MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はタンジチムのニューモデル 4U です。もっと早くレビューしたかったんだけどね。なかなか届かなかったので仕方ないですね。まあそうだね。 4U は価格が手頃、特徴もある、そしてデザインもいいんで、すでに結構売れてるだろうね。そうね。価格が手頃とは言っても1万円前後なのよね。だからエントリーモデルの価格帯からはちょっと背伸びが必要だけど、背伸びする価値あるってことでしょ。そう。パッケージ内容はご覧の通り、まあ普通ね。後で触れるけど、サーキットフィルター用切り替えツールが付属してるね。ケーブルはラメ入りでキラキラしてる。本体とのジョイント部先端がちょっと長めに見えるよ。外観はデザインが目を引くよね。デザインコンセプトは上の通り。ウサギがモチーフの一部になってるのかな。そうみたいね。フロスティングプロセスってなんだ。亜鉛合金をあえて粗く処理して霜のような効果を出すことで、高級感や特別な質感の演出に使われることが多いみたい。なるほど。小ぶりだけど亜鉛合金部分がほとんどだから片側 9g 結構重さがあるわで、フェイスプレートには左側に 4U、右側にタンチジムの文字が入ってる。4U にかけてるんでしょ。そうでしょうね。他にも特徴あるよね。防水アコースティックフィルターね。詳細は上の通り。湿度に対しても強そうで、イヤホン内部への湿気の侵入を防げて音質劣化しづらくなるね。ただ、フィルター自体の劣化は避けられないみたい。なるほど。それから特徴の目玉となるのがこれ。4レベルアジャスタブルサーキットフィルターシステム。付属のツールでここを回すやつか。なくすと大変だね。精密ドライバーのマイナスで回せるから、そんなに心配しなくても大丈夫。そっか。チューニングスイッチのロータリー版って感じだね。で、どんな風に変化するの？こんな感じ。低域が4段階で調整できるってことだわ。マスコットキャラの浅野天気ちゃんが顔芸で頑張ってるね。変わってあげれば。やだよ。今回のサウンドチェックはこの4つのフィルター比較でいいですかね。そうしよう。音調整はナチュラルを基準に他3タイプを比較。イヤーチップはタンジジム PAP ビートレベル。これは同メーカーだから決め打ち。ケーブルはバンドル品を使用。約40秒にした曲を4つつなげてるのはいつもの通り。4つのパターンを1曲につき約10秒ずつに区切って切り替えるよ。1曲につき1つのパターンが1回ずつしか出てこないんですね。了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
がなく、多くの人に受け入れられそうな音質に感じました。そうだね。アトモスフィアとモニタリングの低域の差はかなりあったね。ドライバーは DMT4 ウルトラテクノロジーを使用したダイナミックタイプ LCP コンポジットダイヤフラム。特徴は上の通り。ドライバーの口径はわからないの？そうだね。探したけどわからなかった。でも、ここの幅が 12mm ぐらいだから、どんなに大きくても 10mm ぐらいだろうね。高精度のコンデンサーの搭載も高音質に貢献しているんですね。内部は見えませんけど、しっかり機能しているんでしょう。頼むぞ、コンデンサー。ロータリースイッチ、開封時はアトモスフィアにセットされてるんだよね。そう、そこから半時計回りに回すことで徐々に低域が絞られていく。実際使ってみてリップスイッチと比べるとスイッチパターンとか考えずに回すだけなのが簡単でいいわ。小型化にも貢献してるんじゃない？確かにデザインも損なわないし、専用ツールがなくても精密ドライバーのマイナスで対応できる。微妙な点がないんですか？リップスイッチだと中高域、高域などのセッティングが可能だったりしますよね。まあそれはそうだね。ただ一般的に低域が曲の6から7割を占めるなんて言われているんで、低域を4段階でコントロールできると他の大域の聞こえ方も変わってくる。だから操作法を含めてシンプルでいいと思うよ。デメリットを差し引いてもメリットが大きい気がするね。なるほど。でもそれだけじゃなくて低域以外のチューニングもうまくいってると思ったよ。中域も中高域以上もそんなに大きな山谷がなく、低域の変化にうまく対応してるように思う。余談ではあるけど、4U を初めて聞いた時、普段から似た傾向の音を聞いてる気がして、ちょっと調べてみたらこんな結果になった。バリア、スノーエディション、カデンツ4ですか？そう、厳密には一致しないけどカーブの傾向が似てる。まあそれだけなんだけどね。スイッチセッティングに関してはアトモスフィアがポップで大概対応できそう。ナチュラルは低域重視のミックスの状態で時々使えそう。モニタリングは自分は使わないな。さすがに低域がスカスカになったわ。ここはお好みでどうぞ、だよね。そうだけどアトモスフィアのセッティングでカデンツァ4やアリアと同じぐらいなんで、低域を特に重視したセッティングはないと思った方がいいだろうね。低域はお好み次第だけど、傾向だけ聞いておきたいな。いいよ。リケーブルもしたんでしょ？少ない手持ちの 4.4mm タイプをいろいろ聞き比べて、ナイス HCK、ディープスノーかトリポウィンセラフが一番広がりを得られて好感触だった。4U との色合いでディープスノーにしたわ。低域は4つの中では一番強いアトモスフィアでも量感とアタック感が両立していたので、他の大域をマスクするようなことはなさそう。曲のミックス具合でポップのセッティングの方がいいと思うことも結構あった。中域はフラット移植系であまり懸垂させていないので再現性高いけどもわっとする感じはなかった。2キロ過ぎから7キロ付近のピークまでの間に谷らしい谷がないので、中高域以上は明瞭。ボーカルが綺麗、視察音はドキドキあり、広域は抜けもいいし感触系が好きな人にも合いそう。全体的な感想は？立ち上がりが早い質感で音は近め。リケーブルなしでも結構良かったけど、やっぱりリケーブルして広がりを確保したいかな。多くの人に受け入れられやすい音質、小ぶりなボディにロータリーチューニングスイッチを搭載し低域コントロールができる1万ぐらいのモデルとして秀逸といったとこかな。微妙な点も特になさそうですね。そうだな、思いつかないな。じゃあ買います。どっちみち買うんでしょ？まあそうね。ということで DMT4 ウルトラテクノロジーとロータリーチューニングスイッチ採用のタンジジム 4U のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。